こんにちは、上馬店のダンカンです。今日はバイクチェックをしていきたいと思います。じゃあでは早速、このバイクサーリーのブリッジクラブっていうバイクになります。サーリーの中のジャンル分けで言うとマウンテンバイク系のツーリングバイクって感じですかね。結構最初出た時は、トロールとかオーガ ECR のちょっと箇所箇所でスペックダウンした廉価版のものなのかなと思っていたんですが、結構マルチに使えるフレームになっていて、じわじわ人気が出てきてます。このバイク赤いカラーが特徴なんですけど、僕らペイントよくするんですが、これは塗らずにサーリーの純正色ですね。色がグランマズリップスティックっていうばあちゃんの紅の色って感じですかねの赤いやつ。結構ソリッドな赤っていうよりかはちょっと暗めなトーンダウンした奥深さがある赤い色になってて結構かっこいいです。で、サーリーの純正のペイントってほとんどがパウダーコートって言われるペイントの仕方をしてて、結構塗装の厚みがあって、ちょっとやそっとじゃガリッと傷ついたりとかがしない強いペイントになってます。なのでサーリーの中でこの純正色でお気に入りの色があれば結構そのまま乗るのもおすすめです。フレームスペックですかね。このブリッジクラブ、さっき言ったように、マウンテンバイク系のツーリングフレームになってます。なので、ハンドル周りは結構フラットバーだったりとかで組む前提にトップチューブは長めでグググッと、トップチューブが後ろに行くにつれ下がるスローピングフレーム、またぎが低くなるような設計のフレームになってます。で、これ面白いのがタイヤが3つのサイズコンパーチブル、共通で使えるような感じになってます。一番小さいのだと26インチで、その次 27.5 インチで、このバイクもそうなんですけど、700C と3サイズ使えるようになってて、でタイヤクリアランス幅もかなり広く取られてて、26で 3.0、27.5 で 2.8、700C で 47C っていうかなり、マウンテンバイク系のフレームサーリーお得意なところなんで、太いプラスタイヤとかがしっかり入るような設計になっております。で、あとは面白いなと思ったのがリアの、エンドですね。でこのバイク一応前後ともホイールはクイックリリース、いわゆる昔ながらなものが採用されてるんですが、リアのそのエンド幅がずっとスタンダードだったクイックリリースのマウンテンバイク系の 135mm っていうやつと、最近ブースト規格っていうのがマウンテンバイクだとあって、今主流になってきてるスルーアクセルとかだと、よく聞くかと思うんですけど、エンド幅をこう広げて合成を出したりとかするのにもなるんですけど、このクイックリリースにもブースト規格っていうのがあるらしくて、でそれが 141mm っていうのに設定されてます。でその今さっき言った135と141と、これが両方使える G-Not ブーストっていうサーリー独自の規格の 138mm ちょうど間ぐらいに設定されているので、その2種類の規格のハブに対応してますよ。結構クロスチェックとかもそうですね。クロスチェックも130のロード、135のマウンテンバイクがこう両方使えるような 132.5とかになってるんですけど、黒森フレームなので、このフレームのしなりで多少幅が変わっても大丈夫っていうサーリーのお得意な方式が採用されてます。そして、このバイクのオーナーはなんと大学生の若い子がオーナーなんですが、結構この友達の仲間内でこう自転車に普段遊ぶ時の移動手段として乗ってたりとか、あとは休日荷物積んでキャンプ行ったりとかっていうのをこう何人かでしてるグループの中の一人の子で、その子別の友達からずっとこうバイクを借りてたんですけど、いよいよ組みますっていうことで今回このブリッジクラブを選んで一から組んでいきました。でちょっとやっぱコストダウンしたいってことだったので、友達からパーツを借りたり、抜けるところは抜いて組み上げたような感じになります。じゃあ早速詳細を見ていきましょう。ハンドル周り、これハンドルがシムワックスのゲットアラウンドバーですね。これは友達から借りてました。友達のカスタムして余ったやつをちょっと使わせてもらって、さっき言ったようにマウンテンバイク系のフレーム、トップチューブ長めなのでフラットバーで、ゲットアラウンドバーもすごい面白くて僕好きなんですが、一回こう前にグイッと出て
で手前に帰ってこのバックスイーブの感じと、あとちょこっとだけ上にライズしてるんですけど、ここのバランスがすごい良くて好きですね。結構あとその取り付ける角度によって乗り味が変わってきたりとかもするので面白いハンドルです。で、ちらっと見えてる青い部分、ここのヘッドパーツはクリス・キング。ちょっとここは妥協できないで、結構全体的に組んでいく中で黒とシルバーのバランスがこうちょこちょこ入ってきてるフレーム、パーツ構成だったんですけど、ちょっとワンポイントでヘッドパーツはいいクリス・キングでカラーものっていうことで、いろいろ店にあった色をあてがいながら、あれ意外とネイビーかっこいいんじゃないってことでこの色に決まりました。ステムは当の UI2 ですかね、ちょっと角度がついたタイプを上向きに使ってます。そんながっつり前傾姿勢になってガンガン乗るっていうよりかは、普段も荷物乗っけて、街中をクルージングできるようにっていうことだったので、ちょっとこうハンドル位置が高めに設定されるような感じで上にグイッと向いてます。でハンドルからステムからフレームまでのこの流れがやっぱり黒森製なので、どれも結構綺麗にいきますかね。でさっきからチラチラ映ってたのが、これはフロントラック今回つけました。サーリーの、24パックラック、24缶のビールケースがドンって乗っちゃう天板の広いタイプです。さっき言ったように友達とこう休日にキャンプライド行ったりとかするので、荷物を詰めるようにっていうことでつけてくれたんですが、ただ街乗りではちょっとカゴ使ってみたいなってことだったので、納車時に、この上にウォルドの139、大きい方ですかね、139の、ハーフ背の低いやつをつけてお渡ししたって感じです。で、今回はこのフロントラックだけでしたけど、このブリッジクラブラックもかなりつけられるようになってて、リアラックもいけます。あとはバイクパッキングできるようにボトルケージのダボが多数開いてたりとか、やっぱり、ツーリングにしっかり対応してくるところもサーリーらしいなって感じです。ハンドル周りちょっとアップして、グリップは ESI のレーサーズエッジっていうシリコン製のグリップですかね。使っていくうちにこうゴムみたいにベトベトしてこなかったりとか、かなりスポンジみたいな握り心地で滑りにくかったりとか、これ上馬店一押しグリップです。で、ブレーキ周りはちらっとシマノって書いてますけど、ここはちょっとコストダウンしてシマノのワイヤー式のディスクブレーキを採用しました。でハンドルがその友達から借りてるやつなので、もし自分のハンドルに買って付け替えた時に、その辺のワイヤーの長さの調整も簡単にできるようにってことで、ここワイヤー式のディスクブレーキを選びました。そしてホイールですかね。ホイールが写真に写ってるリムはベロシティのイルロンディスク専用の、そこまでがっつり太いタイヤ履くっていうよりかは、ディスクロードだったりとか、あとはグラベル系のタイヤがぴったしはまるような設計になったホイールです。で結構このリムハイトが若干あるんですが、軽量なホイールに仕上がってて、で走るとかなり軽さを感じます。それに合わせたタイヤがパナレーサーのグラベルキング SK、 サイズが 43C ですかね。結構いろいろタイヤどうするって言った時に47まで入るってことなので、かなり選択肢広いんですけど、基本的には街中だし、そこまでぶっといやつじゃなくてもいいかなってことだったんですけど、フレームとのバランスを考えて43で、たまにちょっとその仲間内で多摩川の砂利道走ったりするってことだったので、スリックにはせずこの SK っていう、山がゴツゴツしたタイプにしました。ハブは、シマノの XT ですね。でさっき言った、G-NOT ブーストの規格に入る 135mm クイックのハブになってます。かなりシマノのハブはコストパフォーマンスがめちゃめちゃいいです。なんかフィルとかホワイトとかキングとかのアメリカンパーツと比べると、耐久性だったりとかは劣っちゃいますが、全然街乗りレベルで問題ないぐらいスムーズに回転してくれて、しっかり長持ちしてくれてっていうのがあって、ちょっと全体的なバイクの価格を下げたい時によく出てくるハブです。そしてサドルはブルックスの B17、B17 レザーサドルですね。さっきのヘッドのクリス・キングと同じくちょっとレザーサドルは外せないですということで、今回奮発して
ここをチョイスしてもらいました。そうで、ハンドルが結構高めなポジションに来てるので、サドルにドカッとお尻が乗っかっても痛くならないように、一番スタンダードな座面も広いこのサドルにしました。ギアですね。ギアは前がフロントシングルで、後ろは10速のデオーレ、シマノデオーレのかなりワイドな履数まで最近対応している10速のタイプをチョイスしてます。で、そのキャンプ行ったりする時に荷物がっつり積んで、結構山の方行ってってことだったので、上りにちゃんと対応できるように、後ろが42っていう履数がついてますかね。ここまで軽いのにしてあげるとだいぶ行動範囲も広がるかなっていう感じです。でそれに合わせたクランクが、こちらもシマノの、こっちは XT っていうグレードですね。結構クランク横から見た時の顔になる部分なので、ちょっとここも奮発していいやつをってことで XT をチョイスしました。で履数は32かな。後ろのギアと同じく軽いめになるように設定をしています。で車輪が 700C なので、街中だったら全然重たいのが足りなくなるよってこともないっていう風に言ってたので、ちょうどいいギア比チョイスになったかなと思います。そしてペダルがミカシマの XC3 ですね。で基本的にはスニーカーで普段乗りますってことだったので、じゃあしっかり食いついてくれる座面、踏み面の広いペダルをチョイスしましょうってことで、結構パーツ、この車体ホイールがシルバーでコンポが黒でとかミックスなので、ケージが黒でボディがシルバーのやつをチョイスしてます。で全体のバックビューがこんな感じですかね。結構 27.5 で 2.8 とか入るフレームなので、 700C にした時のスカスカ感出ちゃうのかなとか思ったんですけど、そんなこともなく、かなりバランスのいい感じに組み上がったかなと思います。で乗り味も、ツーリングバイクなので結構どっしりとしたというか、安定感のある乗り心地なんですけど、700C にすることによってそこにスピード感もプラスされて、かなり乗りやすいバイクになってるかなと思います。あとはね、ホイールをまた違うのでワンセット 27.5 でワンセット欲しいですって言ってたので、そっちのホイールも用意してあげて、でそうすると太いタイヤにしてちょっと差をつけたりとかっていう、そんな楽しみ方もできるホイールサイズコンパチのフレームになってます。じゃあ最後はこのフロントビューから、本当にマルチにすごい組むことができるので、フロントラック、リアラックで、あとフェンダーにも対応していたりとか、スタンドもつけられるみたいです。ちょっとこの車両スタンドつけていないので僕も作業したことなくてあれなんですけど、実はこれうちのボスが、クラストのクライズデールカーゴフォークを入れて、で前にカゴつけて、でワンちゃんを乗っけて使っているんですが、そのバイクにスタンドがついているのでどうやらつくらしいです。で他の、これ系の、トロールとかオーガ ECR には、あっちはスタンド結構どれもセンタースタンドですかね。センタースタンドがどれもつきづらい車種になってるんですけど、このブリッジクラブはスタンドがいけるらしいので、街乗り向けのバイクに仕上げたいなっていう時はかなり便利かなと思います。つらつら喋っていきましたが、こんな感じで今回のブリッジクラブの紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。